第1章、国民性って何だろう？日本に住んだことがある人、または日本人と深く関わったことがある人は、こんな風に感じたことがあるかもしれません。日本人ってみんな親切だけど、本音がわからない気がする。よく笑っているけど、それは本当に嬉しいのか、それとも礼儀なのか、考えておきますって言われたけど、結局何も連絡が来なかった。断られたってこと？こうした疑問や戸惑いには、実は共通のキーワードがあります。それが今日のテーマである国民性です。国民性って性格のこと？国民性と聞くと、なんとなく性格や人柄のように思う人が多いかもしれません。でも、これは個人の性格とは違います。国民性とは、その国に暮らす人々に共通して見られる思考や行動の傾向のことを言います。もちろん全員が全く同じ行動をするわけではありません。でも、その国の文化や歴史、教育、言語などの影響を受けて、多くの人が似たような考え方や振る舞い方をする傾向があるのです。例えば、こんな国民性の違い。国民性をイメージしやすくするために、いくつかの国を比べてみましょう。アメリカ人は自分の意見をはっきり言うことを大切にします。ドイツ人は時間を守る効率よく動くことに強い意識を持っています。フランス人は自分のスタイルや美意識を大ごとにします。そして日本人は空気を読む周りに合わせる調和を守ることを重視します。こういった違いがあるからこそ、外国人が日本で生活すると、なんでそうなるの？と驚くことが多いのです。ステレオタイプとどう違うの？ここでよくある質問があります。国民性ってステレオタイプ、固定観念とどう違うの？確かに日本人はシャイ、中国人は声が大きい、イタリア人は情熱的など、よく聞くイメージはあります。でもステレオタイプは表面的なイメージであり、思い込みや偏見が混ざっていることも多いです。それに対して国民性は長い歴史や社会制度、教育、言語によって形作られてきた文化の深層部分です。ステレオタイプはたった一度の旅行やドラマで持たれる印象かもしれませんが、国民性は長くその国で生活し、多くの人と関わる中で見えてくる本質的なものなのです。なぜ国民性は生まれるのか？では、どうして人々の行動や考え方に傾向が生まれるのでしょうか？それにはいくつかの理由があります。日本は長い間、島国として独自の文化を育んできました。また、戦後の復興期には協力と我慢が美徳とされました。地震、台風、洪水など自然災害が多いため、常に助け合いが求められる社会でした。教育では集団行動や周りに合わせることが重視され、会社ではチームワークが求められます。日本語には主語を省略する表現が多く、曖昧な言い回しが日常的です。こういった要素が組み合わさって、日本独自の空気を読むはっきり言わない建前を使う文化が生まれました。国民性を知ると誤解が減る。外国人にとって日本人は時によくわからない人たちに見えることがあります。でも
そのわからなさには理由があります。そして国民性という視点で見れば、なぜそうするのかが少しずつ見えてくるのです。例えば、日本人が会議であまり意見を言わないのは、恥ずかしいから自信がないからだけではありません。空気を乱したくない周囲とぶつかりたくないといった調和を大ごとにする文化があるからです。また、すぐに答えを出さない曖昧な返事をするのも、相手を思いやるための表現であり、必ずしもはっきりしない人というわけではありません。最後に、国民性は心の地図、国民性を理解するということは、その国の人が何を大ごとにして、どう感じてどう行動するかという真の地図を知ることです。もちろん、すべての日本人が空気を読むわけではありません。でも、そういう価値観を大切にしている人が多いことは事実です。だから、日本で生活するとき、国民性を知っているかどうかで、コミュニケーションのスムーズさが大きく変わります。次の章からは、もっと具体的に日本人はなぜ争いを避けるのか、なぜ本音を言わないのか、そういった文化の深い部分に入っていきましょう。前章の流れを受けて、より深く、より具体的に和とは何か、なぜ争わないのか、空気を読むとはどういう意味かなどを解説しています。YouTube の長尺ナレーションに適した構成です。第2章、日本人の和の文化。日本人は争いを好まない周りに合わせる空気を読む。こういった言葉を聞いたことがある人は多いと思います。そして、それはただのイメージではなく、日本人の行動や考え方の根っこにある和の文化と深く関係しています。あって、そもそもどういう意味？和という言葉にはいろいろな意味があります。漢字の意味としては、平和調和仲良くするなどがありますが、日本人にとっての和はもっと生活に根付いた感覚です。例えば、意見が違ってもできるだけぶつからずに進めたい、自分の考えがあっても周りの空気に合わせて控えめにする。誰かが強く主張したときは、少し遠慮してバランスをとる、こういった行動はすべて和を乱さないことを目的としています。つまり、日本社会では、正しいことを言うよりも場の空気を守ることが重視されることが多いのです。空気を読むという行動、日本人の国民性を語るとき、よく出てくるフレーズがあります。それが空気を読む、空気を読むです。これは、周りの雰囲気や他人の気持ちを言葉なしで察する力のこと。例えば、会議中、誰も発言していないときに自分も黙っている。誰かが疲れていそうだったら、話しかけずにそっとしておく。全員が賛成している空気の中で、あえて反対しない。こういう判断が自然にできる人が空気が読める人と言われ、逆にそれができない人は KY、空気が読めないと呼ばれてしまうこともあります。なぜそこまで空気を大ごとにするのか？その背景には、日本の歴史や自然環境、社会の成り立ちがあります。例えば、日本は地震や台風などの自然災害が多い国。昔から集団で協力して生き残ることが必要でした。村社会では目立ちすぎたり、集団の輪を乱したりすると孤立するリスクがありました。
さらに義務教育では協調性団体行動周囲への配慮が強調されてきました。つまり日本人にとって個人よりも集団正しさよりも調和が優先されやすいのです。和を守るために本音を隠す？和を大切にする社会では、自分の気持ちをそのまま口にすることが迷惑になることもあると考えられています。例えば、飲み会でもう帰りたいなと思っても、みんな楽しそうだからと最後まで残る上司の意見に疑問を持っても、ここで言ったら空気が悪くなると黙る、誘われて断りたい時も、また今度ぜひと曖昧にする、これは嘘ではなく、場を壊さないための優しさとして理解されています。学校でも学ぶみんなと合わせる、こうした考え方は、大人になってから身につくものではありません。実は、小学生の頃から自然に教えられています。例えば、給食の時間には全員一緒にいただきます。掃除の時間はみんなで役割分担して一斉にやる。発表の時間に誰かだけ目立ちすぎないように注意する。こうした体験を通して、出すぎない空気を読む同じ動きをするという感覚が身につきます。和は優しさでもあり、プレッシャーでもある。和を大ごとにすることにはたくさんのメリットがあります。人間関係がスムーズになる、無駄な対立が少ない。相手を思いやる気持ちが育つ。でも同時に、こういった文化は自分の本音を言いにくくする集団に合わせなきゃいけないというプレッシャーになることもあります。特に何かに反対したいとき、みんなが賛成している空気の中では、言い出せない。そうすると、自分の考えを押し殺すようになってしまう人もいます。外国人が戸惑いやすいポイント。外国人が日本で生活すると、この和の文化に戸惑うことが多いです。なぜ誰も意見を言わないの？なぜ曖昧な返事ばかりなの？なぜ断ってくれないのに後から来ないの？こういった行動は外国でははっきりしない正直じゃないと思われるかもしれません。でも日本人にとっては和を守ることの方が大切なのです。和を理解すると人間関係が楽になる。この文化を知っていると、日本人との関係がぐっと楽になります。相手が曖昧に返事したとき、これは本音じゃないかもと受け取れる。断られなかったからといって、期待しすぎずに対応できる。周りが静かにしているとき、今は空気を読むべき時だなと気づける。そして何より、日本人の目立たない優しさに気づけるようになります。まとめ、日本人の優しさは静かで見えにくい。日本人の和の文化はとても独特です。それは時に外国人から見ると分かりにくい、不親切に見えることもあります。でもその中には他人を思いやる気持ちやみんなが心地よく過ごすための知恵が詰まっています。日本人は自分を出すよりも場を守ることを選ぶ。それは弱さではなく、ある種の強さかもしれません。この和の文化を理解することが、日本社会を深く理解する第一歩になります。第3章、建前と本音。日本人は本音を言わない。この言葉をあなたも一度は聞いたことがあるかもしれません。あるいは実際にそう感じた経験があるかもしれません。例えば、はっきり断られたわけじゃないのに、結局誘いを断られた、
表面では大丈夫ですと言っていたのに、後から不満を聞かされた。相談したらいいと思いますと言われたけど、後で別のことを言っていた。こうした経験は外国人だけでなく、日本人同士でもよくあることです。それはなぜか？答えは、日本人の文化に深く根付いている建前と本音という考え方にあります。建前とは？本音とは？まず言葉の意味を確認しましょう。建前、社会的な立場やマナーを考えた表向きの言葉や態度。本音、心の中にある本当の気持ちや意見。日本ではこの2つを意識的に使い分けることが大人のマナーとされています。例えば、招待されたときぜひ行きたいです。でも実は行きたくない。上司のアイデアにいいですね。でも内心では疑問に思っている。相手の服を見て似合ってますね。本心ではちょっと派手かも。これらは嘘ではありません。むしろ相手を傷つけないように場の空気を壊さないように使われる日本独特のコミュニケーション手段なのです。なぜ日本人は本音を言わないのか？理由は大きく分けて3つあります。対立を避けるため、日本文化では対立や衝突はできるだけ避けるべきものと考えられています。だから自分の意見が相手と違っていても、とりあえず合わせるという行動が選ばれるのです。人間関係を壊さないため、はっきり本音をぶつけることで関係が悪くなるのを恐れます。今ここで言っても相手が嫌な気持ちになるだけと考え、あえて沈黙や曖昧な返事を選ぶことがあります。思いやりの一種として本音をストレートに伝えることが必ずしも誠実ではないと考える人も多いです。相手を気遣う優しい表現を使うという考えが日本には根付いています。外国人にとっての混乱、この建前と本音の文化は日本に不慣れな外国人にとっては非常に混乱しやすいものです。例えば、考えておきます、前向きに考えてくれてると思ったら連絡が来ない、行けたら行きます、実は最初から行く気はない、問題ないですよ、実は内心ではかなり怒っている。これらの言葉を文字通りに受け取ると、期待外れや誤解が生まれてしまうのです。具体例で見る建前と本音。ケース1、職場の会議、上司がある提案をしたとします。部下は内心でちょっと現実的じゃないなと思っていても、はい、いいと思いますと答えます。なぜ？反対意見をその場で言えば、上司の顔を潰すかもしれない。会議の空気が悪くなるかもしれない。自分だけが軽蔑と思われるかもしれない。その結果、本音は言わずに建前で乗り切ることになります。ケース、人間関係。ある日本人女性が外国人の友人に今度ランチ行こうねと言いました。外国人はそれを信じて予定を空けて待っていましたが、実際に日程の連絡は来ませんでした。これは嘘だったのでしょうか？違います。これは社交辞令としての建前。日本人にとっては、またねまた会いたいではなく、とりあえず丁寧に終わらせる意味の場合も多いのです。日本人にとって建前は便利な道具。日本では本音を隠す嘘ではなく、本音をコントロールする大人の振る舞いと考えることが多いです。建前は
人間関係をスムーズにし、無駄な衝突を避けるためのコミュニケーション技術とされています。それはある意味、日本社会でうまく生きていくための知恵なのです。でも、本音がないわけじゃない。じゃあ、日本人はずっと建前だけで生きているの？そんなことはありません。本音を言うタイミングや相手を慎重に選んでいるだけなのです。仲のいい友人、信頼できる家族、長く付き合っている同僚。そういった安心できる関係の中では、日本人も本音をしっかり伝えることがあります。むしろ時間をかけて築いた信頼の中でこそ本音が出てくるのです。本音を引き出すには、外国人として日本で生活しているなら、こう考えてみてください。どうやって本音を言わせるか。よりもどうしたら安心して本音を言える関係を作れるか。本音は強く聞き出すものではなく、信頼の中で自然と出てくるものなのです。まとめ、建前と本音は悪いものではない。建前と本音という文化を知ることで、なんで言ってくれなかったの？という不満や、日本人は信用できないという誤解を避けることができます。建前には相手を思う気持ちと空気を守る知恵が詰まっています。日本の人間関係を理解する鍵の一つが、この建前と本音を見抜く力です。それを知っていれば、あなたのコミュニケーションはもっと楽になるはずです。第4章、なぜ外国人は日本人を誤解しやすいのか。日本に住んでいる外国人がよく口にする言葉があります。日本人は優しいけど、本当は何を考えているのかわからない。表情では笑ってるのに、心の中は見えない。イエスなのかノーなのか、はっきりしてくれない。これらは単なる文化の違いではありません。そこには日本社会の独特な価値観や表現スタイル、そして伝え方の文化があります。文化が違えば当たり前も変わる。私たちは自分が育った国の常識をもとに他人の言動を判断します。アメリカやヨーロッパでははっきり意見を言うことが誠実さとされます。一方、日本では相手を立てたり、場の空気を読んだりすることが大人の対応とされます。つまり、同じ行動でも意味が全く変わってくるのです。例えば、日本人が言う考えておきますは、実はノーに近いことが多い。大丈夫ですは遠慮しているだけで、本当は助けてほしいこともある。また今度ねは二度と会わないかもなニュアンスすら含むこともある。こういった言葉をそのまま文字通りに受け取ると、ズレや誤解が生まれるのです。なぜ日本人ははっきり言わないのか？前章で紹介した建前と本音も関係していますが、それだけではありません。日本人にとっては、はっきり言わないこと自体が優しさや礼儀なのです。なぜかというと、相手を傷つけたくない、自分の意見で場の雰囲気を壊したくない、その場では笑顔で終わらせ、後で静かに判断したい。つまり、日本人の多くは対立よりも調和率直さよりも空気感を大ごとにする傾向があります。外国人にとってはイライラの原因に、例えばこんなことを感じたことはありませんか？行けたら行きますと言われたから予定を組んだのに当日来なかった。日本人に何度も大丈夫ですか？
と聞いても大丈夫ですとしか返ってこない。会議でどう思いますかと聞いても誰も何も言わない外国人の感覚だと、ノーならノーと言ってほしい。手伝ってほしいならそう言えばいい。意見があるなら遠慮せずに言えばいい。と思うかもしれません。でも、日本人の中には自分の意思を直接言うことを相手に負担をかけることと感じている人も多いのです。言葉よりも空気で伝える文化、日本には察する文化というものがあります。つまり、言葉に出さなくても相手の気持ちや状況を読み取ることが美徳とされているのです。だからこそ、日本人の間では言わなくても分かってくれるはず、空気で感じてほしい、こちらから言わせないように気づいてあげるべき、という前提が成立しています。逆に、それをしないと気が利かない鈍感と思われることもあります。例、言葉の意味が違うでは、ここで日本語のあるフレーズを見てみましょう。日本語の表現表面の意味実際の意味、本音、考えておきます考えるつもりです多分断る、ちょっと難しいですね少し難しそう完全にノー、また今度行きましょうまた誘ってください多分誘わない。検討させてください前向きに検討する社交辞令。断るかもしれない、こうした曖昧な表現を知らずにいると、外国人は大きな誤解をしてしまいます。どうやって理解すればいいのか？じゃあ、日本人が何を考えているのか、どうやってわかればいいのでしょうか？ヒントは、言葉ではなく態度タイミング感、にあります。本当に行きたいと思っているなら、相手から具体的な日程が来る、大丈夫ですと言いながら少し黙っている場合、本当は助けを求めているかも。表情やトーンが微妙に変わったときは、それが本音のヒント。日本語は、言葉の裏を読むことが前提の言語です。相互理解には文化の知識が必要。日本人がはっきり言わない曖昧な返事をすることには、深い文化的な背景があります。もしその背景を知らずに接すると、冷たい、不誠実、何を考えているかわからないといった誤解につながります。逆にそれを理解していれば、これは建前かな、もしかして気を使ってるのかも、今は静かに待つのがいいんだなと気づくことができるようになります。まとめ、日本人を誤解しないために、日本人は確かに外国人から見ると分かりにくいことが多いかもしれません。でも、その分かりにくさの中には、他人を思いやる気持ち、場の空気を大切にする優しさが詰まっています。私たちができることは、なぜそうするのかという視点を持って、相手の文化を尊重すること。誤解のない関係は正しい言葉だけでなく、お互いを理解しようとする心から始まります。この章では、日本人の価値観や行動スタイルがどのように学校教育や社会制度によって形作られてきたのかを、生活、職場、家庭、文化の側面から詳しく掘り下げて解説しています。第5章、制度と教育はどうやって日本人の行動を作るのか、日本人の行動や考え方について学ぶとき、文化や国民性という言葉がよく使われます。でも実はそれだけではありません。日本人の特徴的な行動スタイルは、文化的背景だけでなく、
制度や教育によっても深く影響を受けています。つまり、日本人らしさは生まれつきではなく、社会によって育てられたものでもある。この章では、その仕組みを見ていきましょう。子供時代から始まる集団教育、日本の教育は、世界的に見ても非常に集団主義的です。個人よりもみんなと一緒に行動することを重視します。例えば、毎日クラスで揃っていただきますごちそうさま、教室の掃除は生徒全員で分担して行う、清掃員ではなく自分たち。体育祭、文化祭、合唱コンクールなど全員参加型の行事が多い。授業中に空気を読んで手を挙げるかどうかを考えることも求められる。こうした日々の積み重ねの中で、子どもたちは自然とで過ぎない迷惑をかけない同調することを学んでいきます。目立たないことが美徳になる教育日本の学校では、個性を出すことよりも協調性や秩序を保つことの方が高く評価されがちです。クラスで一人だけ違う意見を言う空気を乱すと感じられる服装や髪型が目立ちすぎる校則違反とされる。自分だけ先に帰る、先に食べるわがままとされる。このようにして周囲とのバランスをとる行動が良いことだと教えられます。これが大人になっても続く日本人の遠慮空気を読む本音を言わない行動につながっていきます。職場文化、上下関係と集団行動の徹底、学校を卒業すると、今度は会社というもう一つの集団に入ります。ここでも日本人の行動は制度によって強く影響されます。特徴1、上下関係の意識が強い。上司には敬語、部下は丁寧に扱う。会議では上司の意見が優先されやすい。飲み会では座る順番や注ぎ方にも気をつける。これは単なるマナーではなく、縦の関係を尊重する制度が根付いている証拠です。特徴2、個人プレーよりチームワーク、決定は全体の合意、根回しをとってから個人で成果を出すより全員で動くことが求められる。前例やルールに従うことが安全とされる。このため、日本人は自分だけで判断して動くことに不安を感じやすい傾向があります。そのため、言葉での表現より行動で静かに示すことが多いのです。声をかけない優しさもある。例えば、駅で困っている外国人がいても、すぐに話しかけない日本人が多いのはなぜか？自分の英語が通じなかったらどうしよう。話しかけたことで相手がびっくりしないか心配。他の誰かが助けるかもしれないから自分は一歩引く。こういうためらいは決して無関心ではなく、相手を思うがゆえのブレーキです。つまり、話しかけない冷たいではなく、慎重な優しさなのです。ゆっくりと深まる関係、日本人の人間関係は短期勝負ではありません。まずは距離を保つ、少しずつ信頼を築く、時間をかけてやっと本音で話せるようになる。だから最初は壁があると感じるかもしれませんが、一度信頼関係ができると、とても深く長く続く関係になりやすいのです。実際、日本人の友人や同僚と長く付き合っている外国人の多くが、こう言います。時間はかかったけど、日本人の友情は本物だった。無理に近づかないのも思いやり、日本人の多くは、
自分の価値観を押し付けないことを美徳としています。無理に仲良くなろうとしない、相手が話したくなるまで待つ、空気を読んで自分から引く、これらは言い換えれば、自分の気持ちより相手の気持ちを優先するという日本人特有の優しさの形なのです。外国人が知っておきたいこと、外国人にとってなぜ日本人はすぐ心を開いてくれないの？という疑問はとても自然です。でも、それは拒絶ではありません。むしろ、あなたのことを大切に思っているからこそ、慎重に距離を詰めているのです。だから、もし日本人がなかなか近づいてこなくても、焦らずゆっくり関係を育てる気持ちで接してみてください。そうすれば、きっとその先には、温かい本音の交流が待っています。まとめ、日本人は冷たいのではなく、静かに優しい日本人が冷たいと感じられるのは、言葉や態度が欧米的なフレンドリーさと違うからです。でも実際には、すぐに近づかないのは、相手を尊重しているから、あまり話しかけないのは、邪魔したくないから、表情が硬いのは、緊張しているから、こういった静かな優しさを理解できると、日本人との関係がぐっと楽になります。日本人の温かさは音のない場所にあるのです。第7章、外国人としてどう日本人と向き合うか。ここまで。日本人の国民性や文化、制度、行動の背景について、さまざまな角度から見てきました。では、ここで改めて考えてみましょう。外国人として日本人とどう向き合えばいいのか？日本人とうまくやっていくにはどうしたらいいのか？この章では、日本に住む、あるいは日本人と関わる外国人が、より自然に、より心地よく共存するためのヒントをお伝えします。大前提、どちらが正しいではなく違っているだけ、まず一番大切な考え方があります。それは自分の国のやり方が正しくて、日本のやり方が変だと思わないこと。文化が違えば、行動や言葉の意味も全く変わります。例えば、自分の国では率直さが大切、日本では柔らかい言い方が重視される。自分の国ではノーをはっきり言う、日本では曖昧に断ることが礼儀。自分の国ではすぐ仲良くなる、日本ではゆっくり関係を作るのが普通。つまり、価値観の違いを否定せずに理解しようとする姿勢がとても大切なのです。空気を読むことにチャレンジしてみる。日本で生活するなら、避けて通れないのが空気を読むことです。空気を読むと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、ポイントは以下の3つです。1、話すタイミング、今この場で言っていいのか？ちょっと待つべきか？ 2、相手の様子、疲れていそう？集中してる？迷ってる？ 3、周りの反応、他の人はどうしてる？今の雰囲気は軽い？重い？これは日本語の意味を正しく知ること以上に日本社会で大切なスキルです。最初はうまくいかなくても大丈夫。少しずつ経験を積むことで自然と身についていきます。敬語と挨拶は最強の味方。外国人にとって日本語の中でも特に難しいのが敬語かもしれません。でも実は
完璧な敬語でなくても気持ちが伝われば OK です。例えば、ありがとうございます。すみません、お世話になりました。お疲れ様です。よろしくお願いします。こういった基本的な挨拶やマナーの言葉を丁寧に使うだけで、印象はぐっと良くなります。外国人なのに、こんなにちゃんとしてるんだと思ってもらえることも多いです。相手の本音を引き出すより、信頼されることを目指す。日本人は本音と建前を使い分ける文化があります。でも本音を言ってくれないと責めるのではなく、どうすれば安心して本音を言える関係になれるかを考えてみてください。例えば、自分がまず正直に話す、相手の言葉をすぐ否定しない、小さな約束でも守るこういった積み重ねで、信頼は少しずつ深まります。そして、信頼ができたとき、日本人はちゃんと本音で話してくれるようになります。郷に入っては郷に従えは、無理しすぎなくていい。もちろん、日本に住むなら、日本人みたいにしなきゃ。と無理に合わせすぎる必要はありません。自分のスタイルを大切にしてもいい。わからないことは正直に教えてくださいと言っていい。できないことは今はできませんと言っていい。大切なのは、相手の文化をリスペクトしながら、自分のペースで少しずつ歩み寄ること。無理に日本人になろうとしなくても、理解しようとする姿勢こそが信頼を生む鍵です。逆に日本人もあなたを観察している。実は日本人もあなたの行動をよく見ています。挨拶をするかどうか、時間を守るか、急に怒ったりしないか、空気に気づけるか、そういう部分を少しずつ評価して、この人は安心できる信頼できる人だと感じたら、一気に心を開いてくれる人も多いです。だからこそ、日々の小さな行動がとても大切です。まとめ、違いを受け入れ、信頼をゆっくり育てる。外国人として日本で生活するのは、決して簡単なことではありません。でもどうして違うの？ではなくどうしてそうなのかな？と考える、わからない。ではなく知りたい。という気持ちを持つ。仲良くなりたいという心を言葉や行動で表す。それだけで日本人はちゃんとあなたの気持ちに依らえてくれます。日本人は遠回りな優しさの持ち主です。だからこそあなたがゆっくり歩み寄れば、きっとその優しさに気づけるはずです。第8章、まとめ心の距離を縮めるために、結語。ここまで日本人の国民性について、さまざまな視点から見てきました。なぜ日本人は本音を言わないのか？なぜ争いを避けたがるのか？なぜ空気を読むことが大切にされるのか？なぜ外国人にとって日本人は冷たく見えるのか？そして外国人としてどう付き合えばいいのか？一つ一つのテーマを通して見えてきたのは、日本人の行動の裏にはいつも相手を思いやる心があるということです。遠回りの優しさに気づくこと、日本人は欧米のようにすぐにフレンドリーになるわけではありません。でも、あなたが困っているとき、静かにそばに立ってくれる人です。あなたが恥をかかないように、あえて何も言わない人でもあります。言葉よりも行動で、主張よりも気遣いで、その優しさは
とても静かで見えにくいかもしれません。でも、それを感じ取れたとき、あなたの心と日本人の心の距離はぐっと近づきます。大切なのは分かろうとする姿勢。異文化理解において完璧な理解など必要ありません。大切なのはどうしてこうなるんだろうと関心を持ち続けることです。言葉がわからなくても表情で伝えようとする。行動が違っても違いの理由を探そうとする。自分の価値観とぶつかっても一旦立ち止まって考える。それだけで日本人はあなたに心を開こうとするはずです。文化を超えるには時間と信頼が必要。日本社会は信頼を築くのに時間がかかる文化です。でも一度その信頼ができれば、それはとても強く長く続くものになります。急がなくていい。焦らなくていい。少しずつでも確実にあなたが日本人を理解しようとするその姿勢こそが日本人にとって一番嬉しいことなのです。次回予告第2週日本の職場文化を読み解く次回のテーマは日本の職場文化どうしてこうなった？銭本人は定時になってもすぐに帰らないの？会議で誰も発言しないのはなぜ？ノミニケーションって必要？年功序列と上下関係のリアルとは？外国人から見て不思議に感じる日本の会社の不分率を実例と一緒に分かりやすく解説していきます。終わりにすべての違いは学びの入り口。あなたが感じた違和感はあなたがこの国で何かを学ぼうとしている証です。そしてそれは日本人にとっても自分たちを見つめ直すチャンスになるのです。文化に正解はありません。でも理解しようとする心には人と人をつなぐ力があります。これからも一緒に文化の海をゆっくり深く旅していきましょう。